ローウォーズファンの皆様、おはようございます。ギルドレイドのランキングに表示されているギルドグラビティの旗をクリックされた方から、カーク信者へたくさんのプライベートメッセージが届きました。それらのメッセージのほとんどは、今後も動画投稿を頑張ってください、といった内容でしたが、ヒーローウォーズの遊戯についての質問も多数寄せられました。今回の動画では、いただいた質問の中で最も多かった内容について、お答えしようと思います。最も多かった質問について、話をするよ。いただいた質問の中で最も多かったのは、ギルドメイトのスカウトについての相談でした。ヒーローウォーズを遊戯する上で、ギルドに所属せずに遊戯を継続することは事実上、このゲームでの敗北を意味します。ギルドに所属しないことにはタイタンとペットの育成が不可能なので、ほぼ 100% のプレイヤーがギルドに所属する形となります。今回寄せられた質問は、ギルドに加入を希望する人からではなく、受け入れ側のギルドマスターからが大多数でした。スカウト活動のコツを教えてください、という質問を数多くいただいたのですが、結論から先に述べると、大量のスカウトメールを送信するのがベストです。質問者の中には、6通のスカウトメールを送信しましたが、全く反応がないのでどうしたらよいですか?と言われた方がおられました。それに対して、カーク信者は、100通のスカウトメールを送信してください、と返答したのです。カーク信者も現在のギルドの前身となるライオンハートというギルドでスカウトを担当していた際は、週末3日間を費やしてスカウト活動に明け暮れていたことがあります。スカウト活動では、ギルドの移籍を考えている人の手元にタイミングよくメッセージが届いた時にだけ、スカウトが成功するのです。ですので、ギルドメイトを増員したいと考えているギルドマスターもしくは、ギルドのスカウト担当者は、毎週末になると、スカウトメールを送り続けなくてはなりません。じゃあ、誰がスカウトに応じてくれるのか、話をするよ。ぶっちゃけた話をすると、在籍中のギルドに対して不満を感じている人が、スカウトメールに応じてギルドを移籍してくれます。ギルドに不平不満を感じている人を確実に見分けることはできませんが、このギルドには、不平不満を持っている人が多いだろう、といったギルドを見分ける方法があるので、それについて話をします。ギルドマスターの1週間の活動量が1万アクティビティポイント以下のギルドを見つければ、そのギルドに在籍している上位プレイヤーのスカウト成功率はかなり高くなる傾向にあります。なぜならば、ヒカキンプレイヤーでも、毎日普通に遊戯をしていると、1週間に1万アクティビティポイントを容易に獲得できるのがヒーローウォーズです。この活動量を下回っているギルドマスターとは、平凡なヒカキンプレイヤー以下と言わざるを得なく、そのような人物がギルドマスターをしているギルドに、明るい未来は訪れないのです。そのようなわけで、スカウトをする際は、ギルドマスターが今にも引退しそうな感じのギルドを見つけて、そのギルド内の上位プレイヤーに声かけする方法が、最もスカウトの成功率が高くなるのです。参考情報として、カーク信者は1年10ヶ月間もヒーローウォーズの遊戯を続けていますが、ギルドメイトの脱退と加入が全くなかった月はないと言っても良いほど、ギルドのメンバーは常に流動的です。主力メンバーが脱退することも日常茶飯事なのがヒーローウォーズなので、ギルドメンバーの加入や脱退で悩んでいたら、体が持ちません。今日の友は明日の敵になることもあるゲーム性なので、スカウト担当者をギルド内で数人ほど任命して、すべてをギルドマスターに依存しない体制を構築することをお勧めします。ちなみに、ポンコツなカーク信者は、他人からスカウトされたことなんて、一度もないんだよ。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。